アメブローがすごくて一気にオーバーブローになって、その中でチャレンジしてたんで GoPro は撮れてるのでしょうか。さあ帰ってきました。撮ってないですよ、動画。えええ撮ってないの？なんで？はい、今日は南西の風が今結構吹いてきてます。どれぐらいだろうな、ブローは10メーターぐらいの感じかな。ただ今ちょっと落ち着いてるんですけど、前回ジャイブの動画なかなかご好評いただいてて、それを見ていろいろチャレンジしてますって言っていただいてるんですけど、早速実践編ということで、プレーニングはできるけどまだジャイブができないっていうね。さあ今日は篠先生、サップのインストラクターの篠先生がプレーニングはねとりあえずできるんで、ちょっと今ジャイブまさに練習中でしょ。はい。あとはそのウォータースタートもね、今日みたいにオンショアは安定して風が吹いてるんで、何回かウォーターは説明したことあるんで、ぜひチャレンジしてやってみてください。はい。あれじゃあちょっとよろしくお願いします。お願いしまはい。す。では、行ってみよう。できるかな。ちょっと登る。まず登る。そして幅広げる。ハーネス。外す。戻す。ちょっと待ったよ。そして幅広げる。ハーネス。外す。戻す。下らった時に超セールもどんどん開いてるし、はい。足もこうやって置いてるし、だからもうめちゃくちゃ安定したトレーニングが一気に取れてる。はい。そこをもう外す時に足もすり足。こうやっていや、なんかもう、手幅広げて、ハーネス外してってなっちゃう。外す動作も明らかに大きい。あちょっとはい。はーい。1回目のジャイブも浜でも説明してたんですけど、まさにこれが典型的な、失敗例というか、実際はこれ回ってるんだけど、ハーネスを外す時の動きとか足を動かす動きが大きくなって、でセールが開いちゃってるので、かなりボードがこうやって不安定な状態になってですね、当然その時に減速しちゃってるんでボードにスピードがない。それでも風を受けながら、実はこれランニング付近までは回ってるんで、惜しいといえば惜しいんだけど、ただ前回のジャイブで説明したそのスピードを維持してっていうことに関しては、そのハーネスを外す動き、足を動かす動きの時にセールが開いちゃったりすることで減速しちゃってるんで、そこは修正してほしいのと、
多分これ見てるとインサイドはやっぱちょっと風が弱いんで、風の抜けるところでジャイブしちゃってるっていうところもあるかな。そこら辺は安定した風の中でやることで、スピードもキープしやすいんで、改善点でもありますね。下ります。幅広げてハーネス外す。足外して遠く置いて、チャレンジ失敗。2回目足外してうん、でも手順は実はちゃんと合ってましたね。角度落として手幅広げてハーネス外してで足置いて、でこれジャイブに入る瞬間転んじゃってるのは、このね2回目の時は確か風が吹き上がってきたところだから、多分ね結構強かったと思うんですよね。1回目よりか確実に風の強い中でジャイブをしてて、この途中までの動作全て合ってたんだけど、ジャイブに入ろうとした瞬間斜め前に倒れてるっていうのは、多分ね体が伸びちゃってるんですよね、風が強いことで。この時にはもう少し体勢を低くしたり、このハーネスを外した後に体勢を低くしてで足を置いて、この低い姿勢をキープしたまま内傾していきたいんだけど、多分一回体が伸びちゃってるんで風の強さに負けてそのまま前に倒れてるっていう感じじゃないかなと思います。改善点で言えば、しっかりハーネスを外した時にもうちょい低い姿勢をキープするっていうのが大事だと思います。よし、じゃあ3回目。これも結構吹いてるよね。うねりがすごい。なんか喋って、うわ、これはねジャイブしたんだかしてないんだかよくわかんないこけ方してるんだけど、よく見るとこれはねこの映像だけで見るとすごい分かりづらいんだけど、まずね角度が強いのかもしれないね。落としきれてないっていうのも一つと、結構海面がかなりラフな海面でうねりがあるんですよね。でこれ今ちょっと細かく一時停止しながらとかスローで見てるんですけど、多分このうねりをちょうどこのボードのとこにうねりが来た時に、ただでさえ越えていく時って不安定になるんだけど、その時に足を移動したりとかするとバランスを崩しやすくなったりするんですよね。で前回僕が見せてる動画っていうのはもう完璧なフラットコンディションなんで、あまりその足を動かすタイミングとか置く時にそんなに神経を使わなくても置けるんですけど、この時みたいにかなりうねりがある中では足を動かす時も
できるだけね平らな場所で動かす。このうねりを越えていく最中に足とかを動かしちゃうとボードが暴れてしまう原因になるので、少しそこは海面を見るっていうのも大事かなと思いますね。まあそれで落ちてんじゃないかなこれ。ジャイブに入ろうとする直前で落ちてるような感じですよねこれね。チャレンジ4いきますよ。トレーニングが続かない。よしよし。4回目、この日は4回しかチャレンジしてないって言ってたんで、手幅広げて、おお回ってる。多分これはでも回ってるんじゃないでしょうか。これはね、成功と言ってもいいんじゃないでしょうかね。セール越しに見えてる景色がほぼ45度以上は回ってるんで、最初に角度も少し落としてあるから、多分ランニングまでは回って最後そのまんまの体勢をキープしてるんで倒れちゃったっていう、まさにそれが前回説明したここまでできればいいですよっていうところまでは来てるので、まあいいと思いますね。これある意味成功の一つになると思います。これからやるとしたら今度は後半足を入れ替えるっていう動作に入ると思うので、これの説明もこれを見ると必要になってくると思うんですけど、とりあえずはここまでのそのランニングまでの動き、この1回目2回目3回目4回目の間にいろんな失敗をしてると思うので、たくさんねこう繰り返し練習してもらって、毎回ここまで正確に曲がれるようにチャレンジしていければいいですね。いやって言ってますね。いいんじゃないでしょうか。1回目がね、髪向きすぎだね。髪向きすぎで風が入ってない状態。2回目、セールは浮いてるけど逆に今度は風下側に向きすぎて出足して落ちてる感じですね。3回目、これも髪向きすぎ。4回目はボードに乗せないで今いきなり引き上げてる。これも水抜きの時に引き抜きが甘くてブームエンドがまだ水に残っちゃってる状態、この5回目は後ろ足でボードを引きつける時に体がジョイント寄りに移動しすぎちゃって持ち上がってるけど吹っ飛んじゃったやつだなこれ。ウォーターもいつか解説できたらやっていきましょう。もうそれって映ってるわけ？映ってます。ああ、失礼しました。そういうことです。はい、皆さん、今回は動画ご視聴いただきありがとうございました。ごく個人的な話なんですけど、僕いつもこれ最後毎回やってるんですけどね、前回の辻井さんのジャイブ講座ですね、あの回の僕のテンションが低いと
一応まあ狭い世界ですけど各方面から言われまして、ちょっと気持ちを入れ替えましたのでよろしくお願いします。さあ行きますよ皆さん。何をやるか。そうフェザーじゃんけんやりましょう。最初はイエーイじゃんけんぽい。チャンネル登録忘れたらいきませんよ。いきませんよ。チャンネル登録をぜひお願いします。お願いします。はいやー声出した久しぶりに。い。いや、いい声でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。